以後ここにいるものすべては小便も大便もあれに行え。わかったか？さて、彼らが隠した真実とは何であろうか。例えばこんな話がある。これは例え話だ。太古の人間が作り上げた例え話だ。古代北欧神話の神であるロキは女巨人アングルボダの心臓を食らい3人の子を産ませた。それは全てがおぞましいほどの化け物であった。その一つは巨狼フェンリル。これは最初はただの狼であるように思えた。だから神々はこれを飼いならそうとした。しかしこの狼は神々を食い殺すまでに成長した。小さな狼は神々をも殺すまでに成長した。神々は最初この狼をレージンコと呼ばれるテッサで縛り付けた。だが巨大に育ったフェンリルはそれを容易に噛みちぎった。次に神々はもっともっと強い力を持ち、すべての世界、この時代にあった旧世で最強と思われたテッサ、泥海でこれを縛り上げた。だがさらに巨大化したフェンリルはそれも難なく噛みちぎった。神々は恐怖した。神が作り上げた鋼鉄を難なくそれは引きちぎったのだ。I swear to God if Takuji says this is him. 神々はとうとう最後の戒めグレイプニルを作り上げた。 But he broke it. グレイプニルはすでに鋼鉄ではなかった。これはむさぼり食うものという意味。故に世界から6つの概念が失われた。 What were the 6フェンリルとは concepts? 何か。 Kimika's gonna die over here because you're just like, oh, hey, how about this? 最初は小さき存在であったのにもかかわらず、どんどんとどまることなく巨大化していくこのフェンリルとは何か。神々の鋼鉄の戒めをもってしても縛ることができず巨大化していくものとは何か。むさぼり食うものによってこそ縛ることができる。これは何か。これこそ欲望である。欲望の正体こそフェンリルなのだ。どんどん巨大化していく欲望を縛り付けるもの、それはそれすらも食い尽くす。グレイプニルは欲望を食い尽くす。フェンリルが巨大化した先からその手足を食い尽くす。それはフェンリルもグレイプニルも世界に散らばる。世界に散らばったむさぼり食うものは人々の前に貨幣という形で姿を現した。鋼鉄ではないグレイプニルは金や銀、宝石に変わったのだ。すべてをむさぼり食うものの正体、グレイプニルの正体とは貨幣だ。フェンリルとはそれによって縛り付けられている人の悪なき欲求だ。フェンリルは貨幣によって食い尽くされてこそ縛り付けることができる。人々の恐るべき欲求は鋼鉄の戒めなどではなく、むさぼり食うものによってこそ縛り付けられるのだ。さて次だ。次に生まれ出るものの話だ。次に女巨人アングルボダの子宮から出たのは女神ヘル。ヘル、これはその名の通り地獄を意味する。No? I'm gonna just be safe on that one. だがヘルの正体は地獄ではない。 Kinda looks like Zakro, to be honest. 彼女の正体は死を扱うもの。死を扱うとは何か。彼女だけが死と生を行き来できる。 She's a bitch.
That's all I can say. If she's the one killing all my girls, she can go fuck herself. アーソシンの一人 Fuck her. ヘルモードはアーソシン・バルドルの蘇生を懇願するためにヘルのもとに訪れたという。その懇願に対して彼女は悲しそうに言う。死者をみだりに復活させるのは全ての世界の秩序を乱すことである。蘇生はできない。神々ですら死を免れない。避けることはできない。そしてヘルは相手が神であったとしても、なぜかそれは死は絶対であるから、管理する彼女をもってしても死は完全なるものでなければならないからだ。ヘルとは何か。ヘルとは死そのものではない。死とはヘルが扱うもの、ヘルが導くものでしかない。ヘルとは何か。これこそ存在の不安である。生への不安、それこそがヘルの正体である。ヘルは死ではない。ヘルこそが生そのもの、生の境界線そのものなのだ。死とは、死を扱うとは存在の不安を扱うことである。ヘルとは死への恐怖心である。ヘルモードがアーソ神バルドルを生き返らせようとしたのはなぜか。それは死を恐れるからである。死が恐れるものでないのならバルドルが生き返る意味などない。それは虎が空を飛ぶ必要がないように、死をことさら避ける必要などない。死は受け入れるべきなのである。 Kimika's dead. ヘルとは恐怖、ヘルとは不安。 Hell is you sitting on a girl 絶対的恐怖、 where just going on and とどま on ることがなく regardless of how 次から she's 次へとやってくる feeling. 恐怖、未来への恐怖、巨大化して無限化していく不安とはまだ来ない未来に対する恐怖である。恐怖の先送りこそが不安である。それは欲望に似ている。ヘルはフェンリルに似ている。欲望は不安に似ている。欲望は恐怖に似ている。人の悪なき欲求とは、つまるところは悪なき不安なのだ。貨幣とは人の欲望を先送りしていく。貨幣によって全ての欲求は叶えられ、その対価は永劫の未来へ先送りされていく。 Currency is what? But that's incorrect, though. That's the problem. You can still have avarice with currency. If anything, that enables avarice to take place, because when you actually have no money, you can be greedy all you want or jealous or whatever. But at that point, it doesn't really fucking matter because you can't get shit. Currency would allow you the luxury to become very consumed with your greed. So that's just not really accurate in a way. I mean, I get what he's saying, and it's just high people trying to make sense, but that's not how it works. 貨幣とは今ある欲求を先送りし続けるグレープニルだから、貨幣には終わりがない。 It satiates and feeds your greed. It doesn't devour your greed. It actually just grows it more. When someone spends money on stuff they don't need, when they're just throwing money away, it doesn't make like, oh, I don't need to spend money for the next, 10 days or whatever. It doesn't postpone it at all. You just want to spend more and then more. It just grows it. That's what people feed on. It doesn't devour shit. It feeds it. それと恐怖、いつまでも続く恐怖。 Money 不安は同じだ。 is, since we can use paper money right now, it's a better example. Greed's like a fire in you. It depending on the person, it depends how big it is. Throwing money on said fire is only going to increase your greed.
People that get more money aren't going to feel less greedy. If anything, it just heightens it. ヘルとは不安。いつまでも続く恐怖の連鎖。未来に先送られた恐怖。ただ違う一点。フェンニルはグレープニルによって縛り付けられたが、ヘルはそのままナグルファルの戦場で我々を見つめている。死への恐怖はそのまま放置されているのだ。そして最後の話だ。最後はウロボロス、無限の話。最後にアングルボダの子宮から生まれ落ちたのは巨者ヨルムンガンド。ヨルムンガンドは生まれた瞬間から神々を恐怖させるほどの偉業であった。これを恐れた神々はこのヨルムンガンドを海に捨てた。海に捨てられたヨルムンガンドはさらに巨大化し、不思議なことに宇宙の果てに達した王はなぜかその反対方向のヨルムンガンドの顔の目の前に、ヨルムンガンドはこの王を噛んだ。そしてその瞬間、最大なるものは無限となった。神々は、特に神々の中でも最強の雷の神は何度となくこの巨者に挑んだ。だが神々の黄昏、太古の例え話はそういう。ヨルムンガンドが目覚め、世界最後の日がやってくる。全ては焼かれ、全てが水没して、全てのものが終わりを告げる。ヨルムンガンドと雷神は相打ちに終わり、そしてそこから新たなる世界が始まる。オットミーミルの森だけが焼け残り、そこで炎から逃れたリーブとリーブスラシルという、これは例え話に過ぎない。なぜならばヨルムンガンドとは循環性、永劫回帰、永続性、永遠、円運動、 You've been reading way too much Norse 破壊 mythology, と創 buddy. 造、宇宙の根源、無限性、不老不死。これを殺すとは単なる巻き戻しの意味でしかない。つまりヨルムンガンドと雷神の相打ちは終わりではなく、それはヨルムンガンドが宇宙の果てで出会った自らの王を噛んだ瞬間において、それは無限、その宇宙の果て、ヨルムンガンドの顔と王が出会う場所、その最果てこそ、その最果ての空こそ我々が帰るべき場所。その地点にあるものだけが新たなる世界でのやり直しを許される、再生を許される。最果ての空、それこそが全てがついえる空、対の空。Yeah, you went on for like hours, buddy. Willpower, I guess you could call it that. She raised me back up again with her skinny arms and legs. Kimika. Yeah, dude, shut up and just wrap it up. She shook her head back and forth in denial. What's she denying? The fact that she fell, or is she saying that she can't keep going? She can't keep going. Her skinny arms were already shaking violently, and her face wasn't just red, it was outright bright red firework. I still had a lot to talk about, but... Jesus! Just stand and talk! You lazy son of a bitch. Did she faint? What's she doing? 各自1日に3度聖水を指先程度かけ合え。それとパンの代わりにエリクサーをほんの少しだけ舐めろ。それ Yeah, で keep 空 getting 腹の high. 渇きも感じないだろう。なんだかな。Kimika fainted right there. Well, it must have been really hard for her, but... Still, why is she trying so hard? I understand why the rest of them gathered here, I understand all too well. But I feel like she is here for a different reason. Yeah, personally. The strange unease I felt when we first met. At first, I don't understand why I felt uneasy.
It was completely different from the unease I felt around Minakami, Yuki, the Wakatsuki sisters, or Otonashi. She wasn't an alien, metaphysical existence like them. She was much simpler. She bullied Takashima, and then she came to me because she was afraid of the curse. She came because she didn't want to die, just like Akasaka Megu, Kitami Satoko, and the rest of them did. But her eyes when we first met, and her voice, when she was watching Senagawa. She led Senagawa to her death led her to her death without a moment's hesitation. Now that I think about it, did I really fool her with that force? Fuck no. Why would she? I put on a show to make the others believe in my predictions. But in honesty, it honestly feels like I showed her my entire hand at the beginning. She's the only one who could have figured out that I didn't kill Senagawa with the curse, but led her directly to death instead. And yet, why is she the most faithful and devoted of all of them? Why did she try to help me like this? Why did she try to help me like this? 地獄に落ちる程度なら見ます。死ぬのなんか全然怖くありませんし、私なんて死んだら絶対に地獄です。でも、救世主様が絶対嫌なら、まあ仕方がないのでやめましょう。Those words were strange, even if she was on drugs. Someone who just came to be saved wouldn't say that. Someone high and playing along with the thing would. Perhaps those were her true feelings, and she only said that because of the drugs. Just what is she thinking? You're in here. ここは僕の部屋だ。ここまでどうやって？僕が運んできた。それって。 No, I dragged you here, actually. ああ。なんだ。そういうサービスを気を失ってる時にやらないでください。 What do you think I did? I just carried you. サービスじゃねえよ。はあ、時間戻らないかな。 Oh my god. 損しました。そうね。はい、大損ですよ。お前は何がやりたいんだか。さてと。そろそろ。どこ行かれるのですか？ To the roof! 屋上だよ。え？また外出歩くのですか？ You know it. ああ。ここから直接屋上まで登れるんだよ。あ、そうなんだ。だからちょくちょく消えてたんだ。What? あ No. れ、少し超能力だと思ってました。いや、普通にはしごだよ。救世主様。なんだ。昨日夜楽しそうでした。すっごく。I really wouldn't call this fun, but okay. ああ、神の歌を聴いてたみたいだからな。 That's 実 because 際 you were は high よ as く覚えて fuck. いないんだけど。私も行きたいです。いや、そりゃ無理だろダメですか？う。ダメっていうか、結構危険だからな。一昨日なんて幾億もの白い天使と黒い天使が戦ってたし。 I have to go stab myself. 救世主である僕なら問題ないけど。いいですよ。危険とかなら構いません。私はいつ死んでもいいんです。だからどんな危険でも問題ありません。でもできたら私も救世主様が見た風景が見たいです。あなたから見える景色、一度でいいから共有させてくださいませんか？なんだ、いきなり改まって。ごめんなさい。いつもふざけすぎですよね。だからこういうのは柄じゃないですかね。はあ、
わかったよ。でも何かがあっても知らないぞ。マジですか？屋上は空に近いから。白波動も黒波動も自由に飛び交っている。黒波動に捕まると望むところですよ。バッチシその時は死にます。それでも見たいです。屋上からの風景。わかったよ。 This must disqualify me as a savior. But I wonder, maybe this is part of this pre-established harmony too. Or not. Nothing goes as God expects it to. Oh well, there's no point in dwelling on it. I don't mind taking her along, that's what I thought. I decided to take her along. The signal of the day change. The world's final night approached. The sound of the bell rang out through the night. It was as if even the rooftop itself was resounding in unison. すごいですね。夜の学校、屋上なんて。Yeah. そうだ。そろそろお薬の時間ですよ。あら、救世主様。おう。 Kimika gave me a capsule. She had put all the powdered elixir in individual capsules. でもこのカプセルは救世主様と私用なんですよ。 We're gonna get high as fuck on this roof. そうなのか？はい。他のほとんどが安息抗酸ナトリウムの混ざり物のお薬でしたから。ああいうのはセックス大好きっ子たち用です。安息抗酸ナトリウム？だいたい売られている薬には混ぜ物されているんです。安息抗酸ナトリウムって別名アンナカって言って、覚醒剤に混ぜると性的異常興奮を覚えるんですよ。そうなのか。でも僕が白波動で分子配列を変えたからどれも同じだと思うけど。まあ気分ですよ、気分。このカプセルは私と救世主様だけのもの。二人用のカプセルです。二人のカプセルね。はい、んじゃ水なしでどうぞ。持ってこいよ。忘れてました。We put the capsules in our mouth and swallowed. The holy drug, the holy capsules. それにしてもお前いろいろと詳しいな。 Where the fuck did you get that kind of baton? 薬とかですか？一応科学部部長の上にメンヘラーなんで。何メンヘラって？あ、心がダメっ子な人です。だからいろいろ薬は詳しいんですよ。ついても私は病院で処方されるのばかりですけど、趣味も兼ねてよく成分とかネットで調べて遊んでるんです。ネクラだな。はい。だからもしこのまま生きていたら将来の夢は自宅警備員でした。それかマッドサイエンティストでしょうか？でしょうか言われても。知らんがな。それにしても夜空って遠いっすね。ああ、そりゃここから見える空はとてつもなく遠い場所からの光か。そういえばこうやって見えるのってすっごく昔に光ったものなんですよね。あ、そうだ。なんか羨ましいですね。羨ましい？はい。
私の声はすぐ近くにしか届きません。どうせ近くの人に届かないなら、もういっそのこと。ずっと先の Uh ず huh. っと遠くの誰かが。はい、そういう意味じゃ星々って羨ましいですね。星が羨ましいか。なるほど。そうだ、救世主様って奇跡のデパートですよね。なんだ、お星様にさせてくれとかか。そんな少女趣味なこと言いませんよ。ですね、ここの屋上を天まで届けてください。屋上天まで？はい、シートは4階建てです。今私たちはその屋上5階部分に立ってます。Mm-hmm. ああ、立っているね。こいつを1階ずつ拡張していくのです。誰が？救世主様がです。あのな。私が合図します。この特殊警棒で柵を殴りつけます。ってなんでお前そんなもん持ってるんだよ。 First knives and now a police baton. How many weapons does she have? Well, to be fair, I've gotten a police baton before, but I'm just wondering where the hell she got it. あのな。行くぜー。 They're a lot more effective things than a baton, though. The pole she had twisted and broke. Then beautiful sound rang out, accompanied by sudden light as if she had cast a magic spell. 救世主様ナイス。 Yeah, you're welcome. Huh? Suddenly the building was 5 stories tall. It looks like I actually made a miracle happen when she gave the signal. 奇跡すげえ。さすが私の救世主様だ。じゃあ次行きますよ。Uh-huh. There goes another one. Kimika sacrificed another part of the fence. It broke and released its magic. At the same time, I made another miracle. ただいま6階です。このまま宇宙の果てまで行きますぞ、救世主様。そりゃ。 She broke one after another. Each time she hit the piece of a fence, it broke and changed this into sound. Everything broke and changed into sound. すごい。音です音。 The world broke apart. Kimika cheerfully swung her baton around. She swung in a set rhythm, almost like a conductor. I matched her pace as I brought about more and more miracles. The Savior's miracle. Building renovation. Kimika changed matter to sound, and I changed sound to matter. The roof stretched up to the sky. Stretched on upward. そんなこと言ったら音楽やってる人に怒られるぞ。まったく適当じゃないか。適当でもこんなに綺麗な音じゃないですか。すんげえ綺麗な旋律です。ああ、そうだな。 The sound destruction had changed into a beautiful melody. What? 旋律ですよ。 For some reason, she had a scale in her other hand, which she held up above her head. バカかお前。なんではかりなんて持ってるんだよ。神様の重さを測ってるんです。だから測りを持ってきました。 She held the scale up toward the sky as she said that. さあ神様、天秤の片方にお乗りくださいませ。旋律です。私は旋律担当、そして救世主様が奇跡担当です。さあ神様、ここです。この天秤にお乗りくださいませ。どんな組み合わせだよ。そんなことありませんよ。神様は旋律ですって。神様は旋律なんですよ。私、今わかりました。神様は旋律ですよ。うまいな。救世主差し置いて
勝手なこと言うな。 Both of you are. さあ、もっとどんどん上に登っていきましょう。 We are already above the clouds. It already stood far above any other building on the planet. Like the Tower of Babel. I wonder if God would be angry at me for using my miracles お like いお this. い、これじゃまるでバベルの塔だぞ。それかイカロスですよ。イカロス？ Yeah, I don't want to get burned up. 太陽を目指してろうで固めた翼で飛び立つ人の話です。最後どうなんだよ。 Well, what happens when you fly too close to the sun? God. 落下して死亡しますイカロスバカだから太陽に近づいたらろうの羽溶けちゃう罠に気がつかなかったんですよ。でも私たちは負けねえぞ。こっちには救世主様もいるしな。どんどん空目指して行きますよ。知らんぞ。お前本当に神様に殺されるぞ。殺せるもんならとっとと殺せこの野郎だって神様がいたとしたら神様っていつでも空から私たちを見ているんですよ。私たちの全てを見て全てを知っている。そして生温かい目で見下しているやつなんです。あいつは嫌なやつです。お前そんなこと言ったらシャ Bolt レに of ならない lightning って。 comes down. Oops. Naturally, Breton was bent in several places, but she was laughing cheerfully. She laughed as she destroyed the fence. Destruction and melody, baton and music. She completely broke the end of her baton off, but that didn't stop the beautiful melody. The melody enveloped the roof, and it enveloped the two of us. The miracles continued with every note. We reached the height of the moon. 好きです好きですルーナ The endless succession of notes, the endless succession of miracles. We approached the edge of space. 大変です。どうした？あんまりすんげえ高さまで伸びてるので気がついたら遠心力ですんげえ勢いでこの屋上は回転してます。ああ、地球って自転してるからな。大変だ楽しそうじゃねえかよ。超楽しいですよ。当たり前じゃないですか。 Kimika yelled even louder than she did before. What? はあ？星いっぱいじゃないですか。 What? え？ What the fuck? I didn't notice until she said anything. The roof was overflowing with cows. Why are there cows? Why? なんで牛が？ What? なんでじゃないですよ。屋上に牛がたくさんいるって言ったの救世主様じゃないですか。 Huh? 屋上に牛？ The cows mooed. The melody rang out. We were deep in space, far from Earth. 牛初めて見ました。すんげえ大きい。で踊るんだ。 Why are there cows on the roof? 牛が踊る？ Why are they dancing? Why are they flying? When I looked again, they really were dancing. They were on their hind legs dancing. ダンスです。ダンス。ここは檻の外のダンスです。檻の外のダンス？ここは地球の重力圏内を突破してます。すべてを縛り付ける重力から自由です。世界で最初の檻の外のダンスです。 The uncaged dance. We're far from any source of gravity. We're dancing to the furthest reaches of the starry sky. That certainly would be mankind's first zero gravity dance. 無重力ダンスです。 Excuse you? Kimika's body floated in the air. She danced wildly throughout the air. バカ、そんな空飛んで踊ってたらパンツ見えるぞ。いいですよ。見るのは救世主様ぐらいだし。もっと恥じらいを持て。恥じらいありますよ。だって私処女だしキスもしたことないですもん。でもおパンはいいんです。所詮布です。こう見えるわけじゃないんだから。
マッコ言うな。いくらでも言いますよ。全然言いますよ。NG ワードなんてクソくらいです。なわけないだろ。 Zero gravity dance, a herd of cows, the twinkling of stars. Kimika danced. She danced and danced in space. I danced too. God doesn't matter. I just danced. I danced for the pleasure of it. I danced because it was fun. 人生はアンハッピー。アンハッピーセット大盛りで。でも最高。人生最高。これ重要。キャッキャッキャッ。アンハッピーセットのおまけは何ですか？つかん。そんなものは。そんなことありませんよ。アンハッピーセットにはおまけがついてるんですよ。 What's お子 that? 様大興奮のアンハッピーなおまけ付きです。お子様が大興奮するアンハッピーなおまけはまずいだろさあなんだろう。開けてみましょうよ。今日のアンハッピーセットのおまけの中身。う。どこにあるんだそんなの。あるじゃないですか。ほら目の前です。 What? 本当だ。 Why is there an Amazon box? 救世主様はチルチルミチルの I'm 話 so 知らない confused. んだ。ダメな救世主だぞ。 Why is Amazon sponsoring this game? なんでチルチルミチルなんだよ。チルチルミチルはアンハッピーセットのおまけである青い鳥を探しに世界中を旅するんです。ほら車掌が来ましたよ。私たちの切符は天井でもどこまででも行ける切符だって鳥々が感心してましたよ。わしの停車場ですよ。ほらサソリの日です。もうケンタウルの村を通過してとうとうサザンクロスです。星祭りの夜です。そう、星祭りの夜。私と救世主様は天気輪の丘にいるのです。だって居場所なんてありませんもん。星祭りは人の祭り。そこに居場所はありません。だから青い鳥は銀河に逃げたはずなんです。でも逃げたと思われた青い鳥は朝マップのメニューとして並んでいたのです。だからアンハッピーセットのおまけを開けてください。意味わからんわ。 I don't know. I've actually 意味なんてないんです。 I don't even know where to start. 音楽です。ほらおまけ開けてよ。救世主様開けて開けて開けてよ。私見たい。救世主様が開けるの見たい。 I swear to Christ if there's a head in った this. く仕方がないな。 The mysterious box that appeared in front of me. It had Amazon U written on it. Where did this come from? I reluctantly opened the box. Kimika eagerly watched me. Is this going to be unhappy too? It shot iridescent sparks in every direction, then right above our heads. Oh. A beautiful explosion of color. Just fireworks. The box shot out more and more polychromatic sparks, and each one exploded above us. そうなんだ。 That's a really fancy way of saying fireworks. どうした。何それ。 Fuck. どうした。なんか子供の時の疑問今解けました。打ち上げ花火って下から見たらどんななのかなーって、平べったいのかなーとか丸いのかなーとか、下から見た打ち上げ花火。そりゃ丸いだろ。ブッブー、不正解です。下から見た打ち上げ花火は下から見た打ち上げ花火はですね、まん丸なんです。世界より宇宙よりまん丸です。 The fireworks went on forever. The lights lit up the world. The world's final eve. Kimika danced, and so did I. So did the cows, the world, the gods, and everything else. We danced, danced, and danced, and then the evening even ended. Tomorrow would be the last day, before we realized that we had come to the edge of the universe. We had come to the edge of the world. ここが宇宙の果て。ああ、そうだよ。ここが宇宙の果てだよ。そうなんだ。ここが終点なんだ。終点。
Kimika said those lonesome words as we stood under the final sky. We finally made it. The world's limit, the edge of the universe, or our limit. This is the sky of the end. It was already evening. I thought it was morning, but now it was starting to get dark. なんか寝てましたね、私たち。真夏にこんな場所でよく寝れたな。ああ、途中で私が影になってる場所に救世主様を運びましたよ。そうなんだ。全然気がつかなかったよ。お互い全然寝てませんでしたからね。爆睡だったんですよ。そうか。ねえ、救世主様。なんだ。ここってもう対の空なんですか？ああ、そうだね。ここは対の空だ。世界最果ての空だよ。そうなんだ。思った通りだな。なんだ。思った通り、最果ての空も Yeah, because it's like, い it's つも not の空 ending. も変わらないんだなって。ああ、そうだな。終わりだから特別なんてないんですよね。そうだな。でも夕日ってどこの空でも綺麗なんですね。世界の果てで見る夕日も、いつもの帰り道に見た夕日も、どっちも同じように綺麗。さて、救世主様。なんだ。忘れ物なんて私たちにないですよね。There's a lot of stuff we haven't actually done, which I'm okay with. I'd rather not relive any of those, moments. 忘れ物？はい。もうないですよね。忘れ物。お前は何か思い当たるものあるか？いいえ、ずっとこの空見ながら考えてたんですよ。忘れ物なか。それで？忘れたんなら忘れ物じゃないなって思いました。それはいらないもんなんだって。いらないものか。はい、いらないもの。本当はいらないものなんてないんだと思うんです。でも全部がいらないものなら全部いるものと同じになっちゃう。だからどっかで線引かないと。忘れた何かはもういいんです。ここで忘れたものはない。忘れ物。はい、すんげーアンハッピーなものも、そしてハッピーだったものも全部じゃあ行きますか。ああ、そうだな。もう日が暮れる。最後の夜です。あ、最後の夜。いや、今日のはもっと厳かにやろうよ。嫌です。No, we're apparently having ま fun. た楽しく最後の夜を過ごしましょう。一緒に。あのさ、君か。最後に盛大にみんなに LSD の原液をまくんですよね。だから、あれは LSD だったのを僕が聖水に変えて、Uh-huh. 覚醒剤だったのをエリクサーに変えたんだよ。間違えました。そうですそうです。I kind of wonder, what was she trying to accomplish? I feel like she was only went along with what I was doing to accomplish her own objectives. What a strange woman. Well, it doesn't matter. 最後に盛大にばらまきます。テンション上がってきました。
Everyone was gathered. How many people are there, and when did they all get here? It looks like they're having a lot of fun. They're all excited for something. I thought salvation would be a more solemn affair. I thought saving people would be more serious. I'm sure it would have felt more religious, but in reality it's like this. Of the great wolf Fenrir, who is the human lust itself. Of the great devil Death Hell, who is the fear of death itself. And Jormonger, significant of eternity, who will awaken the world's final day. Everyone listened eagerly. Like children reading a picture book, they eagerly listened to the story of the world's final day. Rather than furious enthusiasm I saw in their eyes, rather than quivering laughter, rather than despair amusement, they all seemed so happy. They were all so eager, laughing and screaming. I yelled, "Dance. Dance. With the melody, dance. The world is words. God is melody. We have no need for the world. We only need the melody." Everyone danced, joyfully danced as if mad. There was no trace of gravity or solemnity. Thought once more about whether I had left to do here. Nothing. There's nothing for me to do. I haven't forgotten anything. One more spoke. We have a melody, do we not? The melody is here. So we have no need for the world. We have no words. There's nothing we've forgotten. After all, we've forgotten it. The bell rang. Today began.あれ、みんなにもあれが見えるのかな。ああ、見えるんだろう。だからみんなはしゃいでる。I stood under the そう final いうこと sky. だ。 It already seemed like I could reach out and touch it. I'd come to where it seemed like my outstretched hands was mere inches from the edge of the universe, as if they were all celebrating, jumping around on the roof. They were celebrating the last sky in this world. The world end. And so we're all going to return to the sky, return to the last sky of the world. The light from all the stars in the sky rained down on us. How many millions and billions of years ago was the light that's illuminating us now emanated? The light was born in the distant past so that it could illuminate us. It traveled for billions of years to light us. To give us light, deliver us light. There's something worth celebrating. The last sky. We stood at the edge of the universe, the place called End Sky. ねえねえ、あれってみんな同じものが見えるんですか？ちなみにお前には。なんか打ち上げ花火。Huh. なんだそりゃ。それ昨日見たアンハッピーセットのおまけじゃないか。そうなんですよ。だから対の空って大層な名前の分際で僕のメニューのおまけ程度の存在なんですか？そりゃお前が安い女だから、そんな安い対の空が見えるんだよ。ひどい。最後に救世主様がひどいこと言う。まあ、でも花火なんて綺麗でいいじゃんか。よかったな、キミカ。はい、よかったです。アンハッピーセットに大感謝ですよ。ねえみんな。 Kimika yelled at the crowd. Everyone looked at 君 Kimika. たちにこの対の空が見えるか？そしてそこに行きたいか？うわ、すんげえ盛り上がってる。んじゃあ、立花君香から君たちに最後の質問だ。 Everyone screamed at the same time so I couldn't hear a thing. Jeez, what's she doing? They all talked about their own end sky one after another. Every one of them yelled at the top of their lungs. そうかそうか。全然わかんないけど君たちの叫びはわかった。さあ、ここが最後の空だ。 Kimika yelled back at the crowd, right beside me, so joyfully. よーし、あのフェンスを壊すぞ。 But you already destroyed it. Kimika picked up a mallet. Then several waved the mallets over their head. The stupid woman brought mallets too, or maybe she made the believers gather them. And now it seems like someone got hit with one of them, and there's so much blood. What a silly ritual. お前、僕は今回は厳かにって。やったもん勝ちですよ、救世主様。たく。またこんなどんちゃん騒ぎ。
ですよ。ああ、まあ楽しそうだな。どうでもいいけど、お前救世主の仕事取りすぎ。返せよ。大丈夫ですよ。最後の締めは救世主様にお任せする予定ですから。すごい。ものすごく大きい十字架。私にはすごく大きな扉に見える。俺は鍵と鍵穴が。 They all tried to put what they saw in the final sky into words. The world's last sky. How does it appear to them? The world's final scene, the world's final words. People dancing, people fighting, people laughing. People happily destroying the building here under the sky. People already covered in blood. The sky peered down on us from overhead, people setting each other on fucking fire. A dark blue sky absent the light of the stars pressed down on us from above. A beautiful night sky. Fireworks? Someone set off fireworks. For some reason, a spark caused a pillar of flame to bellow up from the ground. Someone brought out a can of gasoline. Some idiot must have brought gasoline from the generator up here. A pillar of flame on the rooftop. A huge pillar of flame. Several people got caught up in the flames and burnt alive. Even with the drugs, I must have heard they had burnt all over their bodies. To an outsider, the sight when it peeked into hell itself. What does the final sky look like? Fireworks. That's what Kimika said. Fireworks, huh? That's a pretty good answer. She's right, the sky does look like it's full of fireworks. The stars twinkled in the sky. They twinkled like the embers of a skyrocket in bloom. This is the limit. The sky where all duality comes to an end. And thus we looked at the sky that had on the light of the fireworks. Taken on the light. さて、縁も竹縄です。みんなのアイドル、救世主様のお話だ。これは最後なんだから、心して話を聞くように。なんだか不思議な夜だ。まるでいつもの夜のような。また全然違うような。でもここが間違いなく最後の地点なんだ。僕たちが今いる場所は最後の場所だから、ここから先は簡単だ。簡単に行くことができるんだ。そう、歩き出そう。ここから歩き出すんだ。救世主様。キミカ？ Kimika was about to jump, I stopped お her. 前は最後。 Are you fucking kidding me? No! ちょっと立花の分際で私の先行くとか She's ねえだろ。 last. She's not. God damn it. 私が最初だ。 I hate life. I hate this story. People flying through the sky. People returning to the sky. At the edge of the world, the people headed toward the sky. They extended their arms wider and wider like they were trying to grab onto the world itself. The people went to the sky. Some of them said their farewells to me before they went. But most of them were taken by passion and they went screaming and jumping into the sky as soon as they could. They screamed. Meaningless words. Truly meaningless words. Today feels especially good, especially comfortable. A cool breeze. A beautiful blue. A world of light. A good day to die. Someone once said that. An incredible number of people jumped through the smash fence and flew into the sky. There are some people who had been injured and burnt too badly to move, but others picked them up and threw them into the sky. They too were sucked into the great blue sky. Before I knew it, the commotion had disappeared. The great clamor turned into unbroken silence. Before I knew it, only Kimika and I stood on the rooftop. I embraced Kimika on the desolate rooftop. Thank God the world's not ending. 最後に手つないでもらえるなんてハッピーだな。でもこれはまずいですよ。何が？私にはハッピーが与えられちゃいけないんですよ。私にはアンハッピーだけが
与えられるべきなんです。でも Kimika disentangled her hand from mine. 救世主様はここまでです。何？ここからは最後の一人は私で終わりです。どういうことだ？私ですね。最初救世主様の計画を知らなくて、この大掛かりな計画を止めようとしたんですよ。計画？そうです。全く理解してなくて。どういうことだ？私ですね。救世主様、絶対に死ぬべき人間なんです。高いところから落ちてぐちゃぐちゃになって死ななければならないんです。そうなんです。私は死ななければならなかった。絶対に死ななければならない。もちろん自らの手で自らの命を絶たなければならない。自らの手で？はい。だって私裏切りました。ザクロを裏切ったんです。 I figured. 彼女は私に話しかけてきてくれたのに、私は彼女を裏切りました。ああ、それは知っている。でも正直裏切った私を彼女がいじめてた人と同じぐらい、いやそれ以上に、なぜかそれがとても許せなかった。なんでこの人は私を恨まないんだろう。なんで私に復讐しないんだろう。なんだろう。なんでだろう。なんで恨まないの？そう考えると、もういても立ってもいられないぐらいイライラして、イライラして、イライラして、ザクロにイライラして、イライラしました。メグとかサドコとかどうでもよかったんです。本当にどうでもよかった。私にとってはザクロだけが大きな存在でした。ザクロ、ずっと私を恨まず殺してやりたかった。 Jesus. だから彼女が死んで呪いが発生した時にすごく、やっとザクロ怒ったんだ。やっとちゃんと私を見てくれるんだって、やっと人として見てくれるんだって、高みから見下ろすのではなく、ちゃんと同じ目線に立ってくれたんだって。 Looking at her. I see. Takashima Sakura certainly did save Takebachi Kimika from persecution. I heard that Sakura was bullied in her place. But to Kimika, it's not like that. To Kimika, who was ignored while Sakura was bullied, it was an unforgivable act of betrayal. It was the same as ignoring her own existence. Well, I mean, to be fair, we see, at least in that one flashback, that she clearly participated in part of it. So, I mean, that is an act of betrayal as well if she then agreed to go along with half the stuff. Since Takashima and Sakura refused to face Tachibana directly, she could never have been Tachibana's friend. For Tachibana, their relationship wasn't the one between two equals because Takashima refused to get angry or hate her. Takashima's goodwill must have weighed more heavily on her shoulders than any insult. Sometimes good intentions can cause far more evil than bad ones. The road to hell is paved with good intentions. Takashima's good intentions must have seemed haughty pride or pity. 私ですね。子供の時からずっと謎だったんです。ずっと全然理解できなかったことがあるんですよ。よく言うじゃないですか。罪を負った人間が死ぬのは逃げでしかないって。ちゃんと生きて償えって。 She looked at the sky and spat out those words under her breath. 何ですかそれ。私全然理解できないんです。生きて償え？相手が死んでるのにですか？
相手は死んでるんですよ。生きてて何をどうやって死者に償いができるというのですか？ It's usually by doing good acts, but okay. 償いって向き合うことですよね。生きてる人間がどうやって死者と向き合うんですか？ Not そん really. なの自己満足ですよ。 Again, the 生 idea きてる人間 and が concept 勝 behind 手 what に you're そう思っ saying てるだけですよ。 by people say that is running away. It's because people say like a bunch of serial killers instead of facing, say, a trial or actually declaring themselves guilty, will hang themselves or kill themselves in a holding. So there is no justice. There's nothing there. That is just ending it so they don't have to worry about it. They'll end their prison sentences earlier by killing themselves because they don't want to deal with it. That kind of thing. It is running away. I wouldn't say they shouldn't live and pay back. No, it is running away though. It's running away from their punishment and their responsibilities and consequences of their actions. 死者に対する償いは I've no 死者 making じゃな amends きゃ to で the きない dead doesn't really come to 当 effect たり for 前 me. のことなんです。昔は仇討ちは美徳とされてたじゃないですか。当たり前ですよね。殺された者の恨みは相手を殺すことでしか解決なんてするわけないんです。 Yeah, people in the past also shat in streets, but you know, we should all go to the past because the past was the good times. Sometimes things evolve and we learn, hey, if we all just killed each other, wouldn't that just keep going forever and ever? そ Whatever. れは当たり前のことなんです。 Yeah, common sense. So I kill someone's husband. Said wife kills me. My wife kills her. Her son kills my wife. My son kills her son. At one point, or is it just gonna stop? Because no one's overseeing, you know, revenge to kill someone. No one's overseeing that. It's just gonna continue on forever. It's not common sense. It's actually idiotic. 救世主様が言うところの嘘つきたちが隠してみんなにその真実を言わないだけなんです。死は死によってしか償われないのです。だからザクロが死んだ日から償い方法は一つしかないんです。 That's how you see it, so be it. I don't say it that way, but whatever. 死です。いじめた人間。いいえ、それ以外にだって見て見ぬふりした大勢。 No, that's just fucking そいつ stupid. ら全員の死。 You know what I mean? Hundreds of people would die? If that was the case for every single bully victim, literally the entire world would be dead. That's just fucking stupid. それだけが正しい償い方法なんです。おかしいじゃないですか。生きてる人間、償いって何ですか？ I don't know, spending time helping people who are struggling with suicide. Donating to a bunch of suicide prevention places so they can get better anti-bullying measures in place. All that stuff. You know, that would actually probably be more helpful than just dying. But you know, that's thinking ahead. 心入れ替えた？浴びる？再発を防ぐ？罪を問われれば、いじめてた人間はそんなこと簡単に誓いますよ。 You can court order someone a lien on their income. So, I mean, you theoretically can force them to pay it. ずるいからいじめたりするんですもん。いろいろ怖いからいじめたりするんですもん。 Okay. People say they murdered someone for X reason. Guess what? They still have to face the punishment. だから彼女たちは簡単に誓います。もうしません。許してください。 Yeah, こんな that's こ why you とが should 二度 punish と起こら them. ないようにします。 And not just slap on the wrist. Murder is a little bit extreme. 大嘘ですってば。死だけなんですよ。当たり前じゃないですか。死に対するそれ相応の対価は死だけなんです。私も他の連中も
全部死ななければならなかったんです。彼女と同じか、それ以上にむごたらしい死に方で。だからですね。だから最初にネットであなたの存在を知った時、なんだこいつ、何様だこいつ、救世主？そんで会ってみたら赤坂めぐと北見聡子の呪いを止める？ふざけるなって。こいつは敵だ。ザクロの思いを消し去ろうとする悪魔なんだ。だからこいつを止めなければいけない。こいつを殺さなければならない。 Reasonable response, I guess. ザクロの呪いは正当なものです。彼女は私たち全てを呪う権利があります。だから私はあなたに近づいた。ザクロの呪いを止めるあなたを殺すために。でも違った。全然違った。初日に全部知ってたんですよ。あの日、救世主様を見張ってあの基地を見つけて、パソコン全部見たんです。驚きました。すげえや、この人。救世主様は私なんか比べ物にならない数の人を殺そうとしていた。自分だけでなく多くの人間を空に返そうとしていた。空、ザクロがいる場所、彼女の魂を鎮めるために多くの命をそこに返そうとしている。それは多分救世主様自身のご都合だとは思いました。でも私はこの人も同じような理由で自分と自分以外の大勢を殺さなければいけないんだって。だからこの人は多くの人を殺そうとしている。空に返そうとしている。ああ、そうなんだ。私と同じなんだ。そしてこの人はザクロの味方なんだって。キミカ。ザクロの携帯を救世主様が持っていたのもすぐに気がつきました。だって瀬名川の監視って報告したらすぐに瀬名川の携帯が鳴るんですもん。バカでも救世主様が出していることはわかりますよ。 No shit. でも救世主様はどうも抜けてるから、なんか一人でただぼんやりしてたり、独り言を延々と喋っていたり。めんどくさいから救世主様の指示なしで That's not 途中 surprising. から瀬名川を心の奥底まで恐怖させ殺してやりました。正直すごい方法だと思いました。私じゃ考えられない。 Yeah, you would have probably just stabbed her instead. この人は少し抜けてるけど、やっぱり本当に救世主様なんだと思いました。他の人にとってはどうか知らないですけど、私にとっては間違いなく救世主様です。実は瀬名川結のことを多分ザクロ本人よりも私が憎んでいたんだと思います。ザクロが誰を一番恨んでたかは本当のところよくわからないのですけど、でも救世主様がザクロが一番恨んでいるのは瀬名川だとおっしゃった時は、それはもう心が躍りました。すごい、この人すごい、わかってる。すごく真実を言い当ててる。ザクロは知らないけど、少なくても私自身はあいつが一番許せなかった。一番ひどい死に方をさせたかった。だからあの方法は感動しました。本当は
赤坂めぐも北見里子も And I'd be very upset. 瀬名川みたいに恐怖の中で殺してやりたかったんです。だから私は私なりに考えたんですよ。でも最後に出た結論はザクロの呪いを具現化させたのはこの人だもの。私の願いを最後まで具現化させられるのもやはりこの人しかいない。救世主様はあなたなんだ。私の救世主は誰も私を見てくれなかった。ずっと私を見てくれなかった。ザクロだって私を見ていてくれたわけじゃない。彼女はただいい子なだけ。すごく優しくて心がきれい。私をちゃんと見てくれたのは救世主様だけだった。ちゃんと話をして、ちゃんと目を見て、ちゃんと怒ったり笑ったり困ったり。男の人なのに全然セックスに興味も示さないし。でもオナニーはよくやってるみたいですね。 That's because he's neurotic as fuck. なんだそれ。 And he can't handle even talking to a girl for more than 10 minutes. でも私もやりましたよ。神の歌を聴きに私完全にラリってたから、牛が牛がとか言ってましたけどでもあの時確かに神様の歌を聴きました。世界と神様の差って言葉と音楽の差なんだって知りました。本当に実感できました。そんなことを誰も教えない、誰も知らない。教師とか親とか評論家とか政治家とか救世主様はいろいろなことを私に教えてくださいました。 Yeah, didn't you like hearing about Fenrir? 世界は残酷だけど、世界は汚いけど、でも美しいんだって。あの夜歌って踊って叫んでフラフラになって、星が全部降ってきて、私たちのために全てが輝いて、ああ、そうなんだ、そういうことなんだ。救世主様はおっしゃいました。世界の価値は時間では測れない。あの時私、世界の重さを測ってみたんです。持っていった測りでそしたら世界の重さって神様の重さと同じだったんですよ。あの瞬間で世界と神様の重さが同じになったんです。ダンス、歌と踊り、救世主とダンス、宇宙でダンス、檻の外のダンス、世界で初めての檻の外でのダンス。だからもう終わりです。これで終わりなんです。でも私、こうやってこれだけの人間を殺して初めて分かったんです。生きて償ってって言葉の意味を。わがままなのは分かってます。でも救世主様は、あなただけは生きていてください。あなただけは生きて償ってください。最後の死は私が受け入れます。 He's definitely gonna die. ザクロに捧げるための最後の死は私で終わりです。もしかしたらこれが本当に呪いだったのかな。 But the problem with her logic is that Takuji is just as guilty as any of the other students that died because he very much knew about it. And in fact, everyone in the school knew about it, so they should all die. ずっと死ぬことなんて怖くなかったの。この世に未練なんて何もなかったから。
あれが最後の最後で未練ができるなんてな。最後に好きな人ができるなんて、一度でいいから抱かれたいなんて思うなんて。人生に君か。 I mean, if you're rigid, if you didn't have such a rigid worldview and moralistic view, you wouldn't have to. でもダメ、それは絶対ダメなんです。全てを満たしてしまったら償いにならない。私は彼女に償わなければならない。彼女の呪いを成就させたんだから。だから救世主様と神様とのダンスは、私の世界の価値はあのご褒美だけで十分。残っているものはもう償いだけです。だから救世主様はここに残ってください。Just like that, her body, just like that. The world tilted at a diagonal. Kimika's body wasn't parallel with the world anymore. She moved from the world of parallel lines to the one of freefall, two irreconcilable worlds. She was sucked down. She said, "This is my atonement." She said, "This is enough." She said, "This is the value of my world." I think that's a load of shit. Who cares about the world? Who cares about atonement? Who cares about Takashima? Who cares about the curse? What, that's a fucking 180, Takaji. Who cares about death? I want to embrace her. I just want to hold her close. I don't care if I live on. I don't care if anyone lives on. The world. Me. Kimika. None of us need to live on. Everything can just disappear. I just want to hold her in my arms. Even if it's just for 1 second after death. Even if it's just a glitter in a fleeting world. I want to feel the warmth of her living body. So I jumped. Kimika! Complete freefall. I mean, it's amazing how Takaji goes from, nothing matters in the world to, oh wait, there actually is purpose that you can derive from the world, regardless of what you actually think about it. And maybe that if you went outside of yourself and actually thought about other people, you could finally find some reason to keep going in life. And that's what he did. The problem is he found that a little too late. I never intended to survive the fall. I never intended to save Kimika. No, in truth, I wanted her to live. Even if I die, I want her to live. But that wish will never be fulfilled. A dream I can never grasp. In a few seconds, she and I will splatter into the concrete. But you could have. You could have. We'll probably just be deformed piles of flesh. But even so. I want to hold Kimika. I want to hold her tight. I just want to hold her tight here in freefall. Simply feeling the warmth is enough for me. When she saw me, Kimika cried and said, She was crying, but she seemed happy too. She seemed very sad, but also very happy. I'm sure she was struggling with a lot of emotions. I felt that her happiness outweighed all the rest. She smiled and hugged me back. She squeezed me tight. I'll never let you go. I've always wanted to do this. She said that to me with something much faster than words. There are things that travel much faster than words. There are things that ring much truer than words. In those fleeting moments, the world holds meaning. The world holds significance. The end is coming. The final moment. Sirens in the distance. A black sky. The laughing moon. The dew upon the earth. The dancing stars. The cool air. Something warm within me. Tachibana Kimika. As I held her in my arms, she silently closed her eyes. And then I also quietly closed my eyes. Well, this one's a completely different tone shift from the last one. Oh my god.
A much better tone, personally, if I'm gonna be honest. Sure, I disagree with half the stuff she was talking about, but it's much more lighthearted, even if they commit suicide together. It's much brighter than the last route. No torture, no rape. Thank you. Thank you. Can I have more of this? Can I just have good times? Even if they're high as fuck? Like, happiness? What is this? I don't... this is a foreign feeling. Content? I don't feel uneasy. Much better. But yeah, it was good. if my exclamation there didn't sell it. But I guess I'll be going into the next route. What I'm expecting from there, it's gotta be Zakuro. That's the main protagonist and main eyes. There's just no way it's not. It's either her or Kimika. There's no one else that was really introduced or shown that deserved to get a route. Maybe Tomo-san, but at that point, I'm pretty sure we'll just get him later, if we get him at all. I highly doubt we would get him. But I think Zakuro is the most likely outcome because there's a lot of questions surrounding what actually happened in the past. We only know a very brief glimpse into it. Much like in the last route, we had a very brief glimpse into what Takuji was doing. So I'd imagine it's going to follow that same structure where we got a little glimpse of Zakuro's stuff until we actually get into Zakuro's stuff. That's what I'm imagining. I think as we keep going through this story, it's going to get more and more clear about what's really going on. Because obviously from this, there's so much stuff that's just unreliable and untrustworthy. I'm hoping the next one will be a little more clear with what's going on. Especially if we do get outside of Takuji. We'll start seeing what he rejects as reality and what actually is going on there. We probably won't get a full 100% reality because it's not the end, obviously. But we'll have a clearer picture of what's going on, at least with Takuji and what he is denying. Tsukasa and Kagame. That's the big part. We'll know who that is. If I had to guess, I'd say it's his sister. I think it's the 99.98% likelihood that it is his little sister that's running around with the doll he bought her when she was younger and he got for her. Which is why all of the different dialogues that happen with Kagame and all that with Takuji in the last route. I think it's just pretty easy to come to that conclusion. It's unlikely he'd buy a doll for anyone else. The doll is the same that we saw in the shop, or at least similar to it. So it'll be an interesting thing. I'm looking forward to it. I also need to find out exactly who's the original body, which, if we do follow Takashima, we'll know. Because she'll see the truth of that. She'll see who's actually there. And that'll tell us if it's either Takuji or Yuki that's the body. Because I'm still all in on Takuji being it. I think it's the most logical. With the other two just being spin-off personalities. I can explain the Yuki personality part, but I'll save that for later, because it's really convoluted and confusing. But whenever it comes to multiple personalities, it always gets confusing, because it's never easy. I can't wait for the next round to be even more depressing. There we go. What's the next one called?
Looking glass insects. So it looks like there's 3 more. Logically, 3 more. Unless this little middle piece is one, which I doubt it. Same with this. So I'd say it's just these 3 left, which will be interesting. We're through halfway once we get through this, so that'll be exciting. See you guys next time.